こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。今ね、お姉ちゃんがインド来たんですよね。いつだったっけ？いつから来たっけ？昨日だっけ？一昨日あたりから来て、で、やっと、ブディちゃんがまた来てる。ブディちゃんファンの人、ブディちゃん？ブディ？ブディ？ブディ痒くなっちゃったみたいだね。ブディ！かゆいかゆい。ダメだ。夢中で会話ってるからダメだね。ブディファンの方。今ダメですね。夢中で自分の尻尾食べてるみたいな。そう来て、で、今ねヒーリングしてもらったんですよね、アルクトゥルスの。で、だんだん波動が戻ってきたって感じで、私いつだったっけな、1週間2週間ぐらい前だったっけにね、やっぱりちょっと波動が上がりすぎちゃって、なんていうのかな、もともとなんていうの、もともと手放してきてるから、自分自身のそういうなんていうのかな、浄化とか手放しっていうものはもうある程度終了してる感じなんですよね、私の場合だと。だったっていうの。そうでもやっぱり新しくサロンを始めたり、今YouTube 見てる方たちのねコメントとか見てる時に、やっぱり今現在の状況っていうところで苦しんでる人とか、今手放しが必要な人っていうのがたくさんいるんだなっていうのを感じて、ちょっとその感覚が分かんなくなっちゃってたんですよね、自分が。だからちょっと波動を落とした状態でもう一回体験してみたいって意図したんですよ。でやっぱ意図したからだんだん降りてきたっていうか、これってさ、でそこでやっぱ出来事としていろんなことが起きたりして、本当にやっぱりなんていうのかな、そこでしかできない体験っていうのを、あとなんていうかな、そこからまた上がっていくっていうの、落ちた状態からまた上がっていくっていうのを今体験してる感じなんですけど、ここでのだから気づき、をちょっとお話ししたいなと思ったんですね。で、まず私たちってやっぱり波動を落として地球にいるんだなっていうのをすごい感じたってことですね。私ほらだからちょっと波動上がりすぎてるから、感覚がやっぱりいる次元が変わっちゃうから、そこから落としたじゃないですか。落とした時にやっぱりなんていうのかな、そこでしか見えないやっぱ次元のことがあるんだよね。落とすことによって見える次元っていうのがあるんだけど、そこの結構やっぱり下の方の次元っていうのは荒いんですよね。自分がこうやって思ってるっていうことが伝わる振動数がすっごい荒いから、なんか伝わらないっていうの。だからそこが苦しかったりするんだと思うし、それが地球ならでは苦しい不便さとか、この荒い波動っていうのが要は荒い次元っていうかね、それはでもすごくここでしか体験できないことだからいいことなんだけど、こういう感じでやっぱり覚悟決めて地球にみんな来てるんだなっていうのをすごく感じたっていうの。だから高い次元からさ、低い次元を体験してる私たちってやっぱりすごいなって思うんですよね。なんていうの、すっごいやっぱり苦しいじゃないですか。あとね、やっぱり私インドに住んでるから、日本の感覚とかもちょっとやっぱりかなり外れちゃってるんですよね。インド人なんだか宇宙人なんだかよくそこの枠もないみたいな感じだから、そうだからやっぱ今回ちょっと波動としてそういう日本の感覚とかね、そういうとこも少し体験する必要があったのかなと思ったんだけど、集合意識、日本の集合意識の感じみたいのもちょっとこの間ほら10月にね、日本に行ったのもやっぱそういうのも関係してたみたいで、要はそこと合わせることによって意識を合わせるっていうところもあったみたいなんですよね。で、だから私たちってさ、そういう高い次元からわざわざこの波動を落として低い次元っていうのをやっぱ本当にさ、覚悟決めて体験しに来てんだなっていう、ここを体験し、この振り幅をやっぱり体験したくて来てるんだなっていう感じで、やっぱすっごい苦しかったり、もうなんていうの、もう本当にさ、このなんていうの、全てが
もう真っ暗とかさ、全てがもう苦しかったり悲しかったり、やるせなかったりっていうさ、これってほんと地球ならではなんだよね。そうで、次元を落とすことに、波動を落とすことによってそこで体験してるんだけど、要はそこでの視点しか見れなくなっちゃうんですね。落とすことによってその視点しか見れなくなるから。じゃあ波動を上げることによってどうなるか。もともと私たち高いところから来てるから、高い波動を上げることによって全体的なことが見えるようになるんですよ。全体的にこういう感じになってんだなっていうのは見えるんだけど、波動が低いとそこの次元のことを何て言うのかな、もう本当に入り込んじゃって、そこのことの中でこうもがくみたいになっちゃうから、やっぱり波動を上げる戻すっていうのがやっぱすごい大事なんですよ。で今こうね、いろんな動画撮ってきた時に手放してったじゃないですか。だから徐々に私もだからまずインナーチャイルドが出てきて、インナーチャイルドと向き合ったりとか、あとはブロック解除で手放したり執着手放したりね、いろいろ出してったと思うんだけど、ああいう感じで登ってくって感じだから、元々の自分に波動に戻していくっていう感じのステップを踏んでいただければいいと思うんですね。であそこまでやったんだけど、まだちょっと抜けきれないというか、あとやっぱりもう何ていうのかな、戻っちゃうんですよね。戻ったりこういうすごい波がやっぱりあったんですよ。でお姉ちゃんが来て、お姉ちゃんにそのアルクトゥルスのヒーリングをやってもらって、アルクトゥルス人にもう直接的に全部やってもらったんですね。チャクラとか、いろんなのがやっぱりサイキックアタックであったりとか、これはだからみんなサイキックアタックとかもあるよ。でも低い次元っていうのはそういうことの何ていうのかな、影響をやっぱり受けやすいっていうの、だからやっぱり波動を上げるっていうのがすごい大事だっていうことなんですよね。元々の自分に戻すっていうのが、そうやっぱこんなにさ苦しかったり、いろんなこうなんていう気持ちだから、やっぱり荒いし、今までの地球っていうのがそういう感じだったから、どうしてもあとその自分の想念みたいのも出てくるからね、だから誰がいい誰が悪いとかじゃなくて、やっぱりすごいこう波動を戻すっていうのが大事だなって思ったんですよ。で手放していく。であとはそういうやっぱりヒーラーとかの力を借りて自分がこうどんどんこう解放していくっていうのもすごい大事だなと思ったんですよ。だから宇宙人のねこのアルクトゥルスヒーリングはやっぱすごいなって思ったから、なんかの機会で紹介しますね。でもほらお姉ちゃんとことかさ、あとすごいなんていうのかな、ヤンタラ二郎さんがやってるヒーリングなんですよねこれ。それを教えてる人たちがたくさんいるから、何かの機会でやっぱりこう出していきたいなって、素晴らしいヒーリングなんですよ。もう地球上のレベルでできることじゃないことをやっぱりアルクトゥルスの間に入ってそのチームでねやるっていう感じ。私はそれ習ってないからなんか適当にやったらなんとなくできるんだけど、やっぱり直接的にねやってる方たちっていうの、そこの連携でやってくれるそのヒーリングっていうのは本当素晴らしいなって思ったのと、あとはやっぱりだからそういうのの力借りて、あとそのヒーラーの人の力借りてやっぱりこう解放していく、自分がこう自分自身で手放すプラス、そういうなんてライトワーカーの人たちの力を借りてどんどん手放していくっていうさ本当に私実体験して、私っていうかみんなね地球にいるこれ見てる方たちみんなスターシードですから、こういう思いして地球の波動に合わせてさ次元を落としてきてるっていう、すごい覚悟で来てるんだなっていうことにまた感動して泣いちゃったりすごいことだなと思ったんですよね。だけどやっぱりこう次元が低かったり低い波動の周波数にいると見えなくなっちゃうから苦しいだけで終わっちゃうんだけど、こんなのものはもうやっぱり簡単に手放せていけるから、もうここの周波数帯にいる時じゃないですよっていう感じだね。だからどんどん手放していって、どんどんもうね、だからなんていうのかな、うーん現実化がやっぱりめちゃくちゃ早い。低い周波数のものもね低い周波数のとこにいるとやっぱりその現実化も早くなるから、どんどん手放していって本来の自分になっていくってことはね、もともと高い次元からみんな来てるわけだから、そう手放して軽い自分になっていくと、その軽い自分としての今度はなんていうの現実化も早くなるっていうことだから、こっちの方がいいじゃないですか。
苦しいとこはもう散々ね、よく昭和の話するけど平成の人も多いんだよね。もうね、昭和平成を体験してきた私たちとしてはさ、そういうのも全部手放して、苦しいとこも体験してるわけだから、もういいよ、もうここの部分はいいと思うから、やっぱりどんどん手放していって、どんどん本来の自分の軽い自分になっていくことが本当に必須ですね。向き合う時は今ですよ。これは、今向き合わなかったらいつ向き合うんだっていう感じ。私だって本当こう命がけでやったからね。これは魂がけみたいな、死なないから命はないけど、命ってあるんだかないかは魂がけっていうのなんかわかんないけど、これは本当にいい体験したなっていう感じだったね。でも苦しい、やっぱり地球ってすごいなと思った。苦しすぎるみたいな。そうここのところのね、やっぱり気づきっていうところはすごいありましたね。あとはだからそういうヒーラーの人たちの力を借りるっていうのがすごく大事です。どんどんその手放してもらう。特に宇宙系がいいな。やっぱり宇宙系のパワフルさはすごいですね。私の場合だともう拡大の仕方がさ、てかもう自分の魂が求めてるものっていうのがこう銀河の拡大とかになんかやっぱりなるんですよね。要はこうなんていうのかな、今地球で起きてることっていうのが私の中で起きてることっていうのは地球でも起きていて、宇宙でも起きていて、銀河でも起きてるっていうことだから、じゃあ私が望んでることっていうのは宇宙にもやっぱり影響するっていうことだから、そこに対してのこのなんていうのかな、体験っていうのをしたくて今世地球にやっぱり生まれてきてるから、それを宇宙の仲間たちですよね。本当のやっぱり仲間たちと共に力強い仲間たちと共にこれをやりに来てるというかね、体験しに来てる、何をしに来てるっていうよりもいるだけでいいわけだから、何かをするっていうよりも楽しむっていうことだと思うんだけど、なんか本当に覚悟決めてきてるんだなっていう、この苦しさを体験しに来てるね、高波動のさ高次元のところから来てるっていうことの、このスターシードの人たちのなんていうのかな、覚悟っていう感じを感じたね。覚悟ってなんだろうねわかんないけど、大変なことをしに大変な思いをわざわざしに来てすごいなって思ったって感じね。あとはやっぱり高次元のサポートに関しても感動したっていう感じです。高次元もやっぱりアルクトゥルスとかがさ、やっぱ呼んでねいろいろやってくれたり、シリウスとかも呼んでやってくれるけど、波動として彼らも来てくれてるんですよね。やっぱりサポートしてくれてるんだなっていう、彼らがやっぱりこう波動を落とした状態でじゃないと私たちね、次元が違うところのサポートをさ私たちにしてくれてるんだなっていう、そのなんて言うんだろう、温かさっていうの、波動を落とすっていうことはやっぱりとても大変なことなんですよ。大変なことを高次元にいる存在がこうサポートしてくれてるっていうことの、そこまでしてやってくれてんだなっていうことにもすごい感動したっていう感じで、やっぱりね私たちが頼まないと手出しできないんですよね。やっぱりそこが来るんですよ。だから見守ってくれてたみたいなんですよね。私がこう波動を落としたりで、もう好きにやっちゃってってさ意図してたんだけど、好きにやっちゃってっていう意図は大雑把すぎたみたいなんですよねだからもうちょっとこの人これやってみたいな、なんかアルクトゥルストイレ行くからトイレのなんでドア開けてみたいな、ちょっと具体的にやった方がいいみたいで、大雑把にちょっとオーダー出してたんですね。もう好きにちょっとヘルプみたいな感じでさやってたんだけど、みんなこう手出しできなかったみたいで、こう手出ししたいんだけどそのオーダーの意味はどういう意味だみたいな感じのが来てたみたいで、それも笑っちゃったみたいな感じだったんですよ。なんだろうと思う、なんでさサポート入んないのかなと思ったら、オーダーは確かに大雑把になってたなっていうか、もっと具体的にやっぱり地球のことやってもらうっていうさオーダーを出していく時だし、エネルギーを自分のやっぱり直感を使ってエネルギ
でのサポートもお願いしていこうかなって、もっともっと意図していこうかなって思ったって感じだから、この動画をね見てる方、何かねやっぱりこういろいろ気づきがあると思うんだけど、すごいメッセージが結構含まれてると思うから、何か気づいたらねそれをこう実践していただくといいんじゃないかと思います。でやっぱりこう地球にいるねスターシードの人たちのこのなんていうのかな、気持ち、地球に対してやっぱり何かをやりたいと思って、自分の波動を使って何かをやりたいと思っているこの気持ちっていうのも感じたし、高次元のこの愛っていうのも感じて、すげえなみたいな、やっぱ生まれてきてよかったなみたいななんか感じを感じたっていう感じです。ではまた撮ります。ではでは。